こんにちは、バスキエです。このチャンネルはね、業界の発展を目的としており、新製品情報、ポイント紹介、タックルインプレッションから実況動画までバスフィッシングに関するあらゆる動画を配信しております。チャンネル登録がね、まだの方はぜひチャンネル登録していただけると私テンション上がりますんでね、ぜひよろしくお願いします。よろしく頼む。はい、ということで今日はこちら13フィッシング。はい、これ皆さん知ってますかね。ご存知の方も多いんじゃないかな。海外リールが好きな方は知ってる方多いと思います。アメリカで発売されている、バスフィッシングの総合ブランドでございます。はい、でこの13、何を隠そうもともとはラパラです。ラパラから出てるこのバスフィッシングのブランドということで出ております。で今回ね、このオリジン A っていうリール日本でね売ってたんで購入させていただきました。この間ね、霞に行ってきたんですよ。で霞で3日間ほんまに投げ続けてボツやったんですけど釣れなかったんで動画ボツにしました。でその時に土浦でね、ランカーズさんっていうプロショップがあって、そこでね見つけて購入してきました。一晩悩みましたでこれ1万円ぐらいなんですよ。だから一回買ってみるかと思って買ってみました。で今後カスタムパーツとかをこれにつけたりとかいろいろいじっていくつもりなんでね、皆さん引き続きウォッチいただければなと思います。で今日はこれのインプレッションです。まず値段は1万円です。9800円でした。なのでめちゃくちゃお手頃なんですよ。安い。でスペックいきますよ。自重が 204g、そんなに重すぎずって感じですね。77ボールベアリング、多分ワンウェイベアリングがこれ入ってのベアリングなんで実質6ですね。で12ポンドが135ヤードってことは16ポンド100巻きぐらいですね。でドラグ体力が 5.9、 そんなにびっくりするほど強くはないけど十分ですね。でハンドルこれハイギアなんで、8.1 対1ということでございます。はい。で気になる中身早速開けてみましょう。もうね、この13フィッシングってね、全部デザインが結構似てるんで同じ感じなんですけど、じゃん、こんな感じ。もう糸巻いてます実は。はい。どうすかこれ。あんまりこの日本では見ない奇抜っちゃ奇抜っすよね。はい。じゃあ部分ね、いろいろ見ていきたいなと思います。でまずはノブですね。これ気になるノブ、これ結構回転スムーズですよね。でめっちゃ使い勝手の良さそうな感じの、滑りは全くないです。はい。ラバーのノブですね。これも特徴的な白のねコントラストが綺麗なノブで、メカニカルブレーキクリック音なしで、ドラグ今めっちゃ締まってますけど、はい、こんな感じでドラグサウンドはなしですね。はい。でスプール、今これナイロンちょっと巻いてます。でこれがね、はい、外部ダイヤルなしのこの中でまさかの操作する遠心ブレーキですこの辺がねやっぱりね海外やなという感じですね。もう外はね触らないよと、この中のスプールに直接ついてるこのつまみで遠心操作してねという、感じでございます。さすがですね。こんなん日本でやったらこんなん使いにくいわとかめっちゃ叩かれそうなデザインですけど、さすがアメリカって感じですね。でここにフックキーパーがついてるんで、ルアーのフックをねここにかけれますよと、いう感じです。私はBHK ね好きなんで BHK を使っております。はい。じゃあ使い心地、投げ心地一体どんな感じなのか一回投げていきたいなと思います。はい。そしたら早速投げていきたいなと思います。ロッドは久々に登場、ポイズンアドレナ、軽いですね。相変わらずいいロッドです。はい。でこんな感じでねルアーかけれるようになってます。まずはワイルドハンチ、はい、これ投げていきます。かっこいいですね。このカラー超おすすめ、めっちゃ釣れるんでねおすすめです。はい。まずはクランクベイト、ワイルドハンチから投げていきます。ブレーキのセッティングは3、真ん中の3にしてます。あんまりマックスで投げても意味ないと思うんでね、
ちょっと伸びとかその辺見ていきたいなと思います。はい、それでは1投目。お、あれ結構いいんちゃうこれキャスト音めっちゃ静かっすね。今キャスト音めっちゃ静かでしたね。お、なかなかいいんじゃないこれね。今ナイロン巻いてるんですよ。リーズがねめっちゃ急成長しててバイトと勘違いしてしまうんですよ、よく。これね。はい、いやこれ結構いいぞ。うん、投げやすい。ちょっとブレーキ緩めてみる。これめんどくさいよね。しかもサイドカップを落とす脅威がね大いにあるという。おお、伸びる。これは当たりールじゃないの。これ当たりールじゃない。今まあ風下に投げてるからそら伸びるかって感じ。ちょっと風上に向かって投げたいと思います。でもサミングいるけど全然大丈夫やわ。わあ、このクオリティか。このクオリティなんだ。1万円でやばいな。わあ、糸浮いた。やっぱり3ぐらいないと糸浮きますね。ナイロンなのにこんだけバックラッシュするってことは、これは3ぐらいにしといた方がいいね。ノントラブルで投げるには3がいいと思う。パーミング製でいくとちょっとね高い。リールのね高さが他のバンタムとかね、私普段グラビアスとか使ってるんで低いじゃないですか彼ら。だからそれに比べるとやっぱちょっと高さは感じてしまうけども、うわー、これワイルドハンチでこんな飛ぶんや。下手したらおいおい大丈夫かメタ DC って感じなんですけどおいおい大丈夫かメタ DC って感じ。まあメタ DC の方は空飛んでるか。いやでもこれ遠心なんでね、単純に飛距離で言うとこっちの方がアドバンテージあるよ。マジか、こんな感じ。歯車のねシャリ感はあるわ。残念ながら歯車のシャリ感はあります。はい、ただ釣りしてて気になるレベルですかって言ったら全然気にならない。パワーもあるし、こりゃ多分セカンドリールとかちょっとこうなんか1個メインのリール持っててちょっとサブキーみたいな感じで使うには全然いいんじゃないかな。これフルベアリング化したらどうなるやろね。フルベアリング化したいこれ。うわ気持ちいい。やっぱフィーリングは遠心ですわ。完全に遠心の気持ちいい伸びていくシマノのねフィーリング。マジか、ラパラすげえ。全然いけるやんこれ。めっちゃ気持ちよく飛ぶ。はい、次ちょっとねもう黙ってたらずっと投げちゃいそう。次のルアー変えます。次はリグラ、0.9g 進化投げます。これはさすがにバックラッシュしそうな気しかしないんでブレーキマックスにします。どんな感じなんやろ。お、投げれるやん。投げれる全然投げれる。このハンドルが結構ね特徴的ですよね。このハンドルかっこいい。でこれね13って読むらしいんですけど、なんか13フィッシングとかで海外のなんかインプレッションとかでも13フィッシングとかって言ったりされてるんで、ちょっとぶっちゃけねどっちが正しいのか分かんないです。投げれるな。もう一個下げてみようか。5。余裕やな。いけますね。ちょっとねあれかな、遠いかなスタードラグが。だから片手操作ね若干やりにくい。ただこの外部ダイヤルがないから反対側に
外部ダイヤルがないんで誤操作みたいなのはならないけど、サイドカバーを落とさないように要注意って感じですね。これベアリング変えたらどんな感じなんやろ。ベアリング変えてフルベアリング化してハンドルも変えてとかやるとちょっと化けそうやね。これなんかハンドルがやっぱり個人的にはもうカスタムしたくてしゃあないねこれ。まあネコリグも 0.9g のネコリグもかなり鋭く飛んでいく。これは想像してなかったね。想像しない飛距離。十分です。はい、十分でございます。いい動きしてるわこれ。はい、それでは次ちょっと重めつけます。はい、それではね続きまして TN60 はい投げていきます。これはぶっ飛ぶと思うんで逆に2ぐらいまで下げましょうか。よしいきますよ。飛ぶかな。これは今めっちゃ力抜いてキャストしてかなり飛んでるこりゃベアリング変えるとちょっと恐ろしいぞ。いやいいないいな、たまには。いや結構ねその日本のマーケットで行くとその島の一強の中大和アブみたいな感じでこう追随してる、感じだと思うんですよね構成的に。で他のメーカーのリールってテールウォークとグラビアス、グラビアスはね最近すごい勢いで伸びてるからあれとしてあんまりそのなんていうんかな海外ほど選択肢がないみたいな感じなんじゃないかな。飛ぶねこれもっと雨降ったりとかしたらバイブレーション独壇場になったりするけどね。うわーこれもっといけるかもな。1とかでもいけるんかなひょっとして。1回1まで下げてみました。うわやばい対岸の草に乗った。こらちょっと日本の島野さんもうかうかしてられない感じ。やばいねこれ。70m ぐらい巻いてるのかな今で。ラインが今かなり下まで出たんで60ぐらいは飛んでますね。この68かなこれ。68っすね。68のロッドで 60m 超えてます。うわやばい。やっぱりあれやね、ちゃんと手加減しながら投げないとバックラッシュしますね。わ見てほらめちゃくちゃ飛んでるよ。このめっちゃ雨降って夏活性高い時とかもうこんなんでウィード切りまくってドーンみたいな釣れる時あるからね。意外とバイブレーションの面白いところ。いやめちゃくちゃ飛ぶわ。めちゃくちゃ飛ぶ。でこれレベルワインダーがね楕円型なんでその辺も結構その飛距離のアップにつながってる感じはしますね。でなんといってもこのシェイプ、これが結構かっこよくないですか。昔のメタみたいな感じ。なんか結構ねこのレトロな感じ、なんかさすがラパラやなっていう感じのこのちょっとレトロっぽい感じのこの見た目。ほらどうすかこれ。ちょっとレトロっぽくないですかね。これがなかなかねしびれますよねデザイン的にね。いいデザインしてる。そして遠心のこの伸びる気持ちいいキャストフィール。いや最高やね。これ皆さんね個人商店の、タックルショップさん、は結構置いてるとこあるみたいです。ランカーズさん曰く。単純になんていうんですかね、島野とか大和とかの入りが高いんで、こういうのを
でこう売り上げ取っていくじゃないけど、カラーをね、お店のカラー出していくっていうやり方ですよね。いいね、気持ちいいわ。これ下手したらほんまに普通に一軍リールでも全然遜色ないぐらい使える感じよ。全然使えるわ、個人的に。いやーめっちゃいいわ。リンゴビアウォーレー、はい。まあ3つぐらい今投げた単純な感想は、まあ9800円のリールとは思えないスペック、そしてこのかっこいい見た目ですね。はい、デザインもよしで、機能的にはまあ必要最低限かなという感じです。はい、で残念な点としてはこの外部ダイヤルがないので少しダイヤルの調整がめんどくさい。私みたいにキャストルアーごとにその細かくダイヤル調整して投げるようなタイプの人はっていうか、まあ、そういうのが好きなんでね、はい、ちょっとめんどくさいかなという感じ。あとまあこのオープンハッチじゃないのでサイドカバーを落とす可能性がある。で落とすとこれ日本に、まあ、アフターは普通の一般メーカーより手薄やと思うんで、いつ手に入るかどうかもわからない。はい、でこのノブは個人的にはすごく変えたい。あんまりこれは好きじゃない。この質感のノブね、消しゴムみたいなこのノブはあんま好きじゃないからハンドルごともう変えたい。むしろ、スタードラゴンも変えたいっていうか中フルベアリング化したいみたいな感じ。今後これ思いっきりガチガチにいじってやろうと思ってます。どのぐらいまで化けるのか、はい、その辺もね一回動画にしていけたらなと思います。はい、それではね今日はワンスリーフィッシングさんから発売されておりますオリジン A の遠心ブレーキ搭載の海外リールのご紹介でございました。海外リールね他にもいくつか用意しようかなと思ってるので、皆さんね是非、動画お楽しみにしていただけたらなと思います。はい、それではね、私の動画が皆さんのバスフィッシングお買い物の少しでもお役に立てれば幸いでございます。チャンネル登録とね高評価のほどよろしくお願いします。それでは。